運河沿いのカフェで美味しいパンを、大人気店でハンバーガーとクラフトビール、ホテルラウンジで優雅にケーキ、駅中で絶品コーヒーソフト。今回の小グルメチャンネルは品川で堪能できるおすすめグルメをご紹介。本編に乞うご期待。最初にご紹介するのはブレッドワークス。天王洲運河沿いにある大人気のパン屋さん。パンの品質にとってもこだわりがあるようで、聞いたところパンをすべて粉から手作りで焼き上げているそう。この後紹介する TY ハーバーの近くにあり、天王洲でデートといえばここというくらい人気スポット。私が伺ったのは日曜日の朝10時過ぎだったが、店内はすでにたくさんのお客さんが。ただモーニングから夕方の時間にかけては店内のほか通常ラウンジも利用することができるので、お席は比較的簡単に確保することができる。店内はとても天井が高く、丸い電球もとっても可愛くておしゃれ。この空間にいるだけで自分までおしゃれになった気持ちになるのが不思議。たくさんあるパンの中から私が迷いに迷って選んだのはこちら。潤い、新食感の食事パン。湯種を使用しているため、中はもっちり、外はパリッと。手でちぎってそのまま食べても本当に美味しい。生地には甘みはなく、素材の美味しさ、ありがたさを感じた。カルダモンロール。スウェーデン発祥の菓子パン。スパイスの女王らしい爽やかで上品な香りがする。ねじられた生地一本一本にカルダモンシュガーが挟まれている。甘さは控えめで、表面はサクサク、中はもっちり。シナモンロールのカルダモン版という感じ。もともと北欧のシナモンロールにはカルダモンが入ってるらしい。パンオショコラ。表面はサクサクしていてとっても軽い。デニッシュ生地は油っぽくなく、チョコレートはカカオ強めで濃厚だけど、量はそれほど多くないので、菓子パンではなく食事パンとしても食べてもいいかな。アイスコーヒー。爽やかな酸味が特徴のコーヒー。口に含むとまるでフルーツのような印象を受ける。かなり浅入りのコーヒー豆を使っているらしい。飲み込んだ後もすっきりとした後味で、一緒に食べているパンの味を邪魔することなく、むしろ引き立ててくれる。アイスカフェラテ。フルーティーなコーヒーの酸味とミルクが合わさって、まるでフルーツ牛乳のような美味しさ。コーヒー豆はおそらくアイスコーヒーと同じ豆を使っているのか、あまり苦みが強くなく爽やかなお味。ミルクもコクもありつつ比較的すっきりとしたお味で、後味があまり残らない。カフェラテは比較的もったりとした印象になりがちだけど、こちらのカフェラテは全く違った。あとはお土産でテイクアウトしたものをご紹介。ソルトキャラメル。アーモンド、カシュー、ピーカンの3種類が入っていて、たっぷりと蜂蜜、バター、ローズマリーブラックペッパーがかけられている。カリカリ食感のナッツと濃厚なソルトキャラメルの味がとっても美味しく、一度食べ始めたら止まらない美味しさ。バブカ。チョコレートとシナモンをリッチな生地に巻き込んである。全粒粉のクランブルがアクセント。冷やして食べても美味しい。塩パン。国産小麦のほのかな甘さを海塩で際立たせたブレッドワークスならではの塩パン。ブレッドワークスは運河沿いの穏やかな時間が流れる本当に素敵なスポットだ。そしてブレッドワークスに併設されているケーキショップにも立ち寄った。
名前はケーキショップリリーケイクス。ショーケースにはスコーンの他にも焼き菓子やケーキの数々。プレーンスコーン、オーガニック小麦を使用。菊型のスコーンでとっても大きい。ショートブレッド、小さな長方形の形がかわいい。さっくりとして香ばしく、ほのかな甘さと塩味が感じられる。抹茶ブラウニー、粉類 80% のオートミールの粉を使用。グルテンを最小限に抑えられていて嬉しい。続いて訪れたのは天王洲アイルにある定番おしゃれスポット TY ハーバー。運河沿いにあり、テラスでもお食事をいただくことができる。品川駅から歩いて15分くらい、天王洲アイル駅から3分くらいの運河沿いに位置し、都内とは思えないくらい落ち着いた雰囲気になっている。テラス席もあり、天井も高く、まるでアメリカのレストランのような開放的な雰囲気。私が注文したのはこちら TY ハーバーバーガー。バンズがとっても美味しい。香ばしさや小麦の甘さを感じることができる。パティはビーフ 100% の手ごねでずっしりタイプ。流行りの肉汁あふれるハンバーグみたいなパティではないが、その分余分な油がないから女性でも食べやすい。そしてソースはかかっておらず塩味のみ。ここまでシンプルなハンバーガーには久しくお目にかかってなかったから驚いた。別添えのソースをかけてもやっぱりシンプル。ハンバーガーをがっつり楽しみたいという方にはチーズやベーコンをトッピングするのがおすすめ。添えてあるフライドポテトが山盛りなのも嬉しい。フレッシュミックスベリーとリコッタチーズ、アーモンドのケールサラダ、ホワイトバルサミコドレッシング。サラダにフレッシュミックスベリーがトッピングされてるなんて見た目も可愛いし気分が上がる。リコッタチーズもたっぷり、アーモンドの食感も楽しい。ホワイトバルサミコの風味で一口いただくたびに心に爽やかな風が吹く。ペールエール、淡いブロンズ色のエールでフルーティーな味わいを持ちながらホップの苦みがバランスよく混ざり合ったビール。 TY ハーバーの定番ビールだ。アイスティー、フレーバーティーではないのにフルーティーさを感じる爽やかな紅茶。とっても美味しくてどんな食事にも合いそう。運河沿いのおしゃれな空間で優雅なひとときを過ごすことができました。続いて訪れたのは品川駅から歩いて15分くらいの小さなカフェ、ノグコーヒーロースターズ。品川駅近くでかつ大通りにかなり近い場所にあるものの、周辺は静かで急に別世界に迷い込んだよう。入り口はまるで個展か何かをやっていそうなこじんまりとした美術館のような見た目。扉を開けると愛想のいい店員さんに注文を伝えて席に座る。お店には壁に白、テーブルや床の木目の優しい色味。まるで公園でも生えているような背の高い観葉植物が3つ。癒し空間が広がっている。落ち着いた雰囲気の BGM がかかっており、お客さんはのんびりとしたおしゃべりをしたり、お店にある本を読んだりと思い思いにくつろいでいた。私もしっかりとくつろがせていただくためにゆったりとしたソファー席で。そして注文したのはこちら。バッチブリュー。見た目は濃い黒い色。口に含んだ瞬間、すっきりした苦みが口の中に広がる。ごくりと飲み込んだ後、いい豆を深入りした香ばしい後味を感じることができる。癖のないお味が特徴で、甘いものと一緒に飲んでも相性が良さそうだ。アイスカフェラテ、
コーヒーの香ばしさがしっかり感じられ、ミルクの甘みも楽しめる、まるでオーツミルクラテのような味わい。後味もほんのりと甘く、ここまで歩いてきた疲れを癒してくれた。日曜日の夕方でも比較的空いていたので、品川近辺でカフェを探している場合はおすすめ。続いてご紹介するのはタミルズ品川。品川駅の駅中にあるカフェで常に大勢の人で賑わっている。店内の席の間隔はそれほど広くはないものの、居心地がいいせいか、駅中にもかかわらず割とのんびりしているお客さんが多い。人の行き来の多い品川駅において、こうやってゆっくりとできるお店は貴重。お店は自家焙煎をしたこだわりのコーヒーのほか、パスタなどもいただけちゃう。でもこちらのお店で小グルメチャンネルがおすすめしたいのはこちら、コーヒーソフト。こちらのソフトクリームを食べて以降やみつきになり、何度も訪れていたので YouTube でも紹介したいと思っていた。見た目は普通のソフトクリームだけど侮るなかれ。ソフトクリームはほんのりとコーヒーの味がして大人の味。表面にはコーヒーのパウダーがまぶしてあり、味のアクセント。食べ進めると中にはコーンフレークがたくさん入っており、ひんやり滑らかなソフトクリームとザクザク食感を同時に楽しめてしまう。大きさもそれほど大きくないので、小腹が空いた時や夜ご飯を食べ終わった後、品川駅から帰る前のちょっとしたデザートにいかが？続いてご紹介するのはコーヒーラウンジマウナケア。品川プリンスホテルの2階にあるハワイのリゾートをイメージしたカフェ。ホテルのラウンジらしく落ち着いた雰囲気が特徴。品川で美味しそうで落ち着いた穴場カフェを調べていて見つけたのがこちらのお店。カフェの近くからは品川プリンスホテルの吹き抜けのエントランスを見ることができ、それだけでもテンションが上がる。私が伺ったのは日曜日の午後4時過ぎでしたが、カフェは満員。15分くらい待ってから案内された。お店にいる人はカジュアルに楽しんでいる人から真剣に商談や婚活をしている人まで様々。カフェの入り口では受付専門の店員さんが案内してくれるあたり、さすがホテルのラウンジ。席と席の間はゆったりとしており、天井も高いのであまり周りの人が気にならず、ゆっくりとすることができる。そんなラウンジで私が選んだのはこちら、ムースショコラシトロンセット。まん丸でつるんとした見た目が可愛いシトロン味のムースが特徴。表面があまりにも滑らかなので思わず撫でてしまいたくなる。上には生クリームとベリー味のジャム、そして葉っぱの形のチョコレートがトッピングされており、芸術品みたい。さすがホテルクオリティ。大切な宝石を扱うかのごとくフォークを入れてみると、中にはシトロン風味のソース。そして口に運んでみると、シトロンの主張しすぎない甘酸っぱさと生クリームの上品な甘さ、そしてベリー味のジャムが絶妙にマッチ。一番下に敷かれたクッキーのサクサク感もあり、食感も楽しむことができる。セットで注文したアイスティーとの相性も良く、最後の一口まで爽やかにいただくことができた。アイスハーブティー。アイスだけどカモミールの風味をしっかりと感じられる。カモミールのリラックス効果とホテルラウンジのダブルのリラックス効果で日頃の疲れが一気に癒された気がした。品川グルメいかがでしたでしょうか。普段品川を慌ただしく利用しているあなたも、ちょっと目を向けるとこれまで気づかなかった美味しいグルメを楽しむことができるかも。あなたも品川に訪れる機会があったら、今回ご紹介したグルメをいただいてみては。ご視聴ありがとうございました。
よろしければチャンネル登録と通知オンも